毎度ドクターキャピタルです。島唄のボーナス解説へウェルカムです。ボーナス解説を初めて見る方だったらちょっと説明しますけど、ちょっとインフォーマルでダラダラと話します。そんなすごいいつもの解説動画で凝った編集とかというよりは、もっと長々と自由にトークしながらの解説になります。他のボーナス解説もよかったらご覧になってください。島唄の琉球音階の話はしましたけど、まずこの曲は原曲 E メジャーのキーで、僕は C メジャーにちょっと下げて歌っていまして、でそのおかげでまた C メジャーというのがシャープとかフラットがないキーなんで C メジャーで続けて解説をすると結構このコードがねどの音が特別かとかみたいなのが C メジャーやから目立ちますんで、C メジャーで解説していこう。まずはこの音階とかコードとかメロディとかリズム以前に島唄で僕がすごくいいなと思うポイントとしてはやっぱりそのワールドミュージック的なところ、三線ね、その三味線沖縄の三味線を使った本当に美しくて面白いその沖縄らしさ満点の伝統楽器とエレキギターを混ぜるとか、またドラムとかもベースも入るんだけどいろんなグルーブも混ぜてその島唄よ風に乗り、これは1、2、4、1 and 2 and 3 and 4 and 1。別にフォーク音楽でも普通のロックとかでもね、よくあるグルーブだけど、デヒゴが咲き乱れ風を呼び嵐が来た、このベースのリフね、ボン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 、これ多分フォーク音楽とか沖縄の伝統音楽じゃなくてもっとファンキーな感じでちょっとロックっぽいじゃないですか。さらに宇治の森で歌った今度みたいなね、ここはどっちかというとちょっとまた別の島文化レゲエっぽいね、ジャマイカのレゲエかなと感じさせてくれるリズム。宇治の森であなたと出会い、宇治の下で千代にさよならで、ここからまたロックに戻る。島唄よ風に乗り鳥と共にで、2回目のサビの後にその感想のところに行きます。私の愛をこれはもう思いっきりリズムがファンクやし、だからそのジャマイカっぽい、フォークっぽいロックっぽい、ファンクっぽいところ、また三振の音、歪みのエレキギター、いろんなジャンルとか、伝統音楽の要素、ワールドミュージックの要素を本当にもううまいこと面白く混ぜていて、編曲も素晴らしいと思います。はい、コードの話をしましょう。僕 C メジャーで弾いてるんで C メジャーやったらスケールがドレミファソラシドのね7つの音、この琉球音階がそのうちのそのレと、ラがない音やけど、7つの音を使ったら C メジャースケールまた C メジャーのキーになります。 C メジャーキーのコードね、例えば1の C メジャー、2の D マイナー、3の E マイナー、4の F メジャー、5の G メジャー、6の A マイナー。今までの12345コード全部島唄に出てきます。例えば島唄よ風、これ1、5に乗り6、3、ちなみにここまでがもう、カノン進行やし、
タラララララリ4、5、1。もうこれですでに、D マイナー以外全部使ってます。で、全部 C メジャーキーにあるコード。要は C メジャースケールのみの音で構成されたコードたちやから、ダイアトニックコードと言います。ね、全部が C メジャースケールの音を使ってますよっていう意味で、ダイアトニックっていう音楽用語があるんやけど、ダイアトニック以外のコードはクロマチックっていう。で、クロマチックのコードはどういう特徴かっていうと、C メジャーやったらドレミファソラシ、フラットもシャープもなく、でもノンダイアトニックコード、クロマチックのコードやったら、どこかにシャープやフラットが入ります。で、島唄の場合、本当に面白くて、このメロのところ。最初のメロもそうやけど、でいこう、かさき乱れ、風を呼び。この音、A フラット、ラフラット。そのドレミファソラじゃなくてラフラット。この音が結構かっこよく目立って、クロマチックのノンダイアトニックの音になってます。また、その2回目のこのメロのとこ、ね。でいごの花も散り、さざ波が揺れるだけ。もうかっこいいな。ここでさらに、ラフラットだけじゃなくてミフラットも入ってます。だから2つもちょっと表現インパクトがあるノンダイアトニックの音、クロマチックの音が入ってます。かっこいいな。これもなんやろ、おそらく沖縄伝統音楽からのね、作曲要素ではなくて、本当にもうこの曲のかっこよさとして入れているところで、沖縄の伝統音楽の要素をすごい活かしながら、何かのルールに縛られずに、本当にかっこよく、ロックっぽい、ちょっとプログレッシブロックっぽいクロマチックの音だったりも使ってはって最高やと思います。はい、もう一箇所このクロマチックの音が目立っててすごいかっこいいし表現効果が強いというのは、この三振のね、このメロディーあるやん。ここまで弾いたのがほぼ全部琉球音階。一つの音だけ例が入ってるんで、そこだけは琉球音階に入ってないその2度が入るんだけど、あとは全部琉球音階、ドミファソシドね、でレも入るんで、全部 C メジャースケールにも入ってる音、ドレミファソラシの中から選んでる音だけどね、この音、ファシャープ。これもね、この曲最初に聴いたとき、ワオ、そのファシャープすごいと思って。なんかもう、琉球音階とかメジャースケールでずっと行くというよりは、やっぱりそのサプライズの音が入ってて、ものすごい、一つだけサプライズの音が入ってるっていうのもね、そんななんかもう、じゃあランダムに、現代音楽らしくいろいろともう全ての、期待を裏切るという感じじゃなくて、一箇所だけここは全部ありやな、沖縄っぽいやなっていうのをね、でもそうこのファシャープすごいその表現インパクトが素晴らしいなと思います。はい、そして2番目のサビの最後にこのファンクのとこね、ここはどっちかというと C メ
マイナーペンタトニックとか、C マイナーブルースっぽい。要は曲が C メジャーのキーやのにな。しまうたよ風にな乗り届けておくれ私の愛を。そこからマイナーに入ります。C マイナーで、これが C マイナーペンタトニック、ロックやブルースっぽいマイナーペンタトニックスケールから来てて、ここはクロマチックスケール使ってます。ララララシャープララシャープシドドロロロロロロリ、クロマチックスケールを使ってるんで、そこも面白い音やし、そこも含めて結構ファンクっぽい、ファンクのベースラインっぽい感じ。またね、島唄で変拍子が何回か入ってくることがあって、それもなんかいいなと思ってて、まずメロのとこな。デイゴンが咲き乱れ、風を呼び嵐が来た。気づかへんかったやろ。実は4拍子やけど、1箇所だけ2拍で2拍子だけに変わって、また4に変わった。Day 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4そういうの結構僕ツボで、ビートルズの曲もよくこういうの使ってるんだけど、よくね、その変拍子はもうプログレッシブロックとか、ヘビーメタルとか、難しい数学的な音楽が使うと思う方たくさんいらっしゃるんだけど、実はこの変拍子を一時的に使うのは、その方が実は自然だったりするっていうのもあると思います。例えばね、デイゴが咲き乱れ、風を呼び嵐が来た。今その2拍子のところを4拍子に正しましたけど、それがずっと4拍子のまんまやったけど、風を呼び嵐が来た。もちろん悪くはないけど、でも嵐が来た。歌詞のふわり、その音節の数とか、また流れる音楽、リズム、グルーブ、ストーリーが流れる、そのペースもあるじゃないですか。でたまに4拍子やけど、ここの歌詞にもう4拍も使うと、逆にストーリーが止まってしまう。ここの小節、ここのコードに4拍も使ってしまうと、テンション下がる。もうそのままちょうど自然な感じで、ここで一時的に2拍子を使っていることの方が自然だったりします。面白いやろ。B メロのとこも実はそうで、宇治の森であなたと出会い、宇治の下で潮にさよなら。島唄。今回はこの島唄を歌い出す前に、2拍を足してる感じですね。4拍子だったら、潮にさよなら、島うになります。1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4でも、ここは、潮にさよなら、島う。そこで2拍を足していることで、ためを作っていて、サビに入るまで少し伸ばしてることで、今度サビに気持ちよく入れるし、で伸ばしてへんかったらサビにいきなり入るのがちょっと早すぎた、忙しい感じになる。もう一回その4拍子、
に正した感じでやりますね。宇治の下で千代にさよならしまうたよ風に乗り。じゃあ伸ばす方やってみます。宇治の下で千代にさよなら 2, 3しまうたよ風に。なのでとても効果的な変拍子も使ってます。では、最後のラララララのところで、ララ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 ここから少し早まります。ララ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 ラそのテンポが速くなっていくっていうのはまたすごく面白くて、よくある傾向やけど、はい皆さん手拍子くださいってね、一つのテンポを完璧に保つのはみんな結構難しいことです。でどういう傾向が多いかっていうと、特にゆっくりなテンポで始まる時は少し速くなっていく。本当にミュージシャン、メトロノームでよく練習するんだけど、メトロノームを使う目的は速くならないためっていうのが結構多くて、結構自然に調子乗ってたらテンポが速くなっていく。昔そのレコーディングとかの時にクリックトラックね、その録音しながらレコーディングしながらメトロノームを聴かなかった時代のね、例えばビートルズの曲とかの一番最初と一番最後のテンポを聞くと実は速くなってたとかというケースが結構多いし、ドラマとかがもう、自然にちょっと速くなっていく傾向があります。なんでこれを言うかっていうと、ひょっとしたらもうその人間が盛り上がるとちょっと速くなりがちで、もしくはまたそれ自然な感じかもしれん。でいろんなもう他にもね、そういった自然現象あるじゃないですか。丘の上からボールを転がしたら最初はゆっくりだけど転がってきて、スピードが速まってくるので、物がね、坂下りとかの時上から落ちてくるものとか、その速くなっていくっていう自然現象もあります。さらに日本の伝統音楽、例えば能楽ね、音楽というか舞台、日本のその伝統の歌舞伎とかも、能もそうやけど、例えば歌舞伎行ったらその木の板ね、カッ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 っていうのをやるじゃないですか。そんななんかカカカカずっと同じテンポでやるんじゃなくて、カカ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 でカーテンが閉まるとかね、そういうのはひょっとしたらもうその自然現象の世界から日本の伝統芸術が借りた要素かもしれないんだけど、日本的でもあるということです。日本の伝統音楽や日本の伝統の舞台からもある要素です。能やったら最初の動きがすごくゆっくりで、能の最後にはもう結構必死なダンスに変わる。もう徐々にゆっくりから速くなっていって、そのストーリーの構成としてもね、その展開の構成で速くなっていく。で最後にはすごく速いっていうね、この、流れを確か序波球っていうんですね。序波球だから僕島唄を最初に聞いた時も思ったけど、こんなになんかその最後にサビのラララララを歌いながらテンポが速くなっていくのもなんか脳の序波球っぽいなと思って、深いやろ。はい、いかがでしたでしょうか。以上今回の島唄のボーナス解説でした。またいろんな僕が以前に
リリースしたカバー動画や解説動画の裏にも、実はドクターキャピタルチャンネルメンバーキャピトモ側にキャピトモ限定のボーナス解説動画がいろいろとあるんで、またチェックしてください。ほなな。